久しぶりに会った親友と一日楽しく過ごした俺は、親友の願いもあり、高級寿司店に入った。田舎から上京し、東京で過ごす俺は、初めて東京に来る親友を楽しませようと、いろんな観光地を案内し、この寿司屋で思い出話に花を咲かせるつもりだった。ところが、店に入ると、高級寿司店らしからぬ展開となってしまった。貧乏人は帰ってくれ。うちの品格が下がる。お前たち貧乏人は、かっぱ巻きが精一杯といったところだろうな。心ない店員の言葉に、俺たちは言葉を失う。ついカッとなった俺は、店員に掴みかかろうとしたが、冷静な親友に止められた。そして、親友は店員に笑いかける。貧乏人が失礼しました。以後、出入りしないようにしますね。その言葉に満足そうに笑った店員だったが、その後、高級寿司店は閉店の危機に陥ることになるのだった。俺の名前は中田翔平。俺が育ったところは自然豊かな田舎で、周りのどこを見渡しても田んぼしかない農業が盛んな小さな町だった。同級生、先輩や後輩、仲間たちは農家の家系で、俺の実家も農家を営んでいる。俺たちのほとんどは小さい頃から繁忙期になると田んぼに入って農業の手伝いをして育った。そんな地元や農業が嫌いだったわけではないが、俺は両親が雨の日も風の日も汗水垂らして働く姿を見て育ち、農業ではない道から両親の助けになれないかと幼い頃から思っていた。農業系の高校に進学し、実家の農業を継ぐ友人たちとは別の道に進み、俺は工業系の高校から地方の大学に進学し、卒業後上京した。東京で就職した会社は運送業で毎日遠方まで依頼された荷物を届ける仕事だ。荷物の積み込みから運送、そして荷下ろしまでなかなかの肉体労働だが、実家の手伝いで運送も荷物の積み下ろしをしていたから仕事自体は苦にならなかった。だが東京は交通事情が田舎とは違う。田んぼの真ん中に一本だけ通っていた道路と違い、車線が何車線もあり、主要道路から少し入り込むと小さな道が山とある。土地勘もなく道路が複雑な上に車も多い。まず俺を悩ませたのは道を覚えることと通りの車の量に慣れること。それだけでも必死だった。仕事は覚えることもたくさんあったが、それなりにやりがいを感じながら仕事に奮闘した。そんな俺も上京して2年が経つ。仕事にも慣れ、主要道路も心配なく走れるようになり、近場から遠方までたくさんの仕事を任されるようになってきた。そんなある日、地元仲間の玄太から電話が入った。玄太は小さい頃から一緒に遊んでいた幼馴染だ。実家は田舎の方でも大きな農家で、玄太は農業の後継者として実家を手伝っている。俺の一番の親友で、急な電話に何事かと思いながらも嬉しくなった。ああ、翔平、元気か？おう、元気だよ。急にどうした？何かあったか？兄弟のようにいつも一緒だった玄太との会話は久しく会っていないとは思えぬほど自然なものだ。俺さ、今度の週末そっちに遊びに行こうと思ってさ。でも俺、東京とか都会は初めてで少し心配でさ。なんだよ、急に。お前、そんな話はもっと早くしろよ。思い立ったら即行動の玄太だ。急な話だったが、週末はちょうど俺も休みだったこともあり、喜んで承諾した。わかったよ。空港着いたら俺が迎えに行くから、お前はそこで待っとけよ。約束を交わし、電話を切ると懐かしさと楽しみで胸が躍った。まるで子供の遠足前だな。俺は笑いがこみ上げた。そして週末、俺はワクワクしながら空港へ向かった。あいつ、無事着いたかな？俺が初めて東京に来た時のことを思い出す。
右も左も、人。そして歩くテンポが速い。見上げれば高いビル、車線の多さ、車の多さに不安な思いをした。到着口で玄太が来るのを待っていると、キョロキョロしながら歩いてくる懐かしい姿が見えた。玄太。俺は不安な思いをさせまいと、すぐに声をかけると、玄太は満面の笑みを浮かべて手を振り返してくれた。翔平、いや、よかった。俺、どっち行ったらいいかわからなくてさ。人がたくさん歩く方に向かって歩けば、どうにかなるって思って必死に歩いたよ。気取らない、気さくなところが玄太のいいところだ。よし、じゃあ、今日は俺が案内人だな。楽しもうぜ。俺たちは早速観光地を回り、初めて東京に来た玄太に楽しんでもらおうと、俺がわかるところはすべて観光した。今日の予定は3日間かけて俺が組んだルートだ。少年時代に戻り、まるで修学旅行のような楽しい一日を過ごした。実家に持って帰るお土産や地元では買うことのできない買い物にも付き合い、玄太も満足そうに楽しんでいた。都会はすごいな。何でも揃う。俺たち田舎の人間には人の多さに参ってしまうけどさ。でもほんと楽しかったよ。俺もさ、玄太と一緒に過ごせて楽しかったよ。これからもたまには出てこいよな。そんな約束を交わし、笑い合っていると。俺さ、どうしても今日行きたい店があるんだ。夜飯付き合ってくれない？もちろん、どこにでも付き合うよ。俺が言うと、玄太は笑った。やっぱ持つべきは友だよな。玄太はスマホのナビで場所を確認し、早速向かう。そして着いたところは誰もが知っている高級寿司店だった。おいおい、冗談だろ？ここは俺たちにはちょっと早すぎるって。気負いする俺に、俺、東京行くって決めた日から、絶対ここの店行こうって決めてたんだ。入ろうぜ。玄太はためらうことなく豪華な店構えの引き戸を開けた。いらっしゃい。元気な挨拶で迎えると同時に店員が俺たちに目を向けた。こんばんは。予約はしてないですが、空いてますか？玄太が話しかけると俺たちを見た店員は急に顔を曇らせた。舌打ちをしたように見えた。なんだ？と一瞬思ったが、店員が舌打ちなんてするだろうか。気のせいだろうと思い直す。ところが、どうやら勘違いだったわけではなく、店員は俺たちに顎で店の隅を指し示した。二人掛けのテーブル席が空いている。おい、高級寿司店ってこんなもんか？店員の態度に腹立たしさを感じ、席に座った俺は玄太に話しかけた。男ばかりの店だから、そう、愛想を振りまかないよ。こんなもんだろ。こそこそと話している俺たちの席へ、店員は箸とおしぼりを持ってきた。だが、その箸とおしぼりは置かず、不機嫌そうな顔で、俺と玄太の顔を交互に見る。うちの店知ってますか？突然の店員の質問に戸惑う。はい？玄太は怪げそうに店員を見た。聞こえなかったですか？うちの店知ってますか？同じことを聞いてきた。知ってます。今日、俺、東京に地方から来たんですが、絶対この店で寿司を食おうって決めてきたんですよ。玄太が弾んだ声で言う。知っているならなんで来たんだ？ここは貧乏人が来る店ではないですよ。俺と玄太は驚いて顔を見合わせる。二人して今ここで何が起こっているのかとあっけに取られた。ここで寿司食べて金は払えるんですかね？近くに回転寿司もあるからそっちの方が腹いっぱい食べられると思いますがね。店員の態度に俺たちは言葉を失った。久しぶりに会った玄太を楽しませようといろんな場所に行き、笑い合った楽しい記憶が一瞬にして嫌な思いで上書きされる。玄太も同じ気持ちのようだ。さっきまで笑い合っていた顔はみるみる赤くなり、怒りをこらえているようだ。
俺たちは店を調べた上でここに来たんだ。ここで寿司を食べるつもりだが悪いか？玄太が少しイラついた声で返事をする。いや、ちゃんと勘定してもらえるんだったらいいんですよ。どう見てもお金を払えそうに見えない方々でしたので、少し心配になりましてね。二人を思って回転寿司の方を提案したところでした。店員は嘲笑しながら乱暴に箸とおしぼりを置いた。まあ、でも、おたくらが食べられるのなんて、うちで一番安い、かっぱ巻きってとこじゃないですか？店の品格を落とす貧乏人には出入りしてほしくないので、それ食べたらさっさと帰ってくださいね。俺は怒りをこらえきれなくなり、席を立ったが、玄太に止められた。そんな俺たちを見ても、店員は薄ら笑いを浮かべている。かっぱ巻きでいいっすか？嫌味を込めた言葉で、さらに突っかかってくる。ああ、いいですよ。準備してください。静かに伝えた玄太の耳の近くに顔を近づけ、えいと言って厨房へ行った。俺たちが何か悪いことしたか？身なりか？若造のくせにと思ったか？玄太、もう帰ろうぜ。こんな店、気分が悪くなるばかりだ。イライラが抑えられず言う。ふと玄太を見ると、怒りと絶望の表情で一点を見つめ、小刻みに震えていた。玄太。呼ぶ声も聞こえていないようだ。おい、玄太。玄太は我に返ったように俺を見る。翔平、ごめん。ちょっと待っててくれ。急に立ち上がり、スマホを片手に店の外へ出て行った。俺はしばらく一人で怒りを抑えようとぎゅっと手を握りしめ目を閉じた。そこへ玄太が戻ってくる。ごめん。謝る玄太の後ろから、へい、お待ち。先ほどの店員が不機嫌そうにドンと俺たちの前にかっぱ巻きが無造作に並んだ皿を置いた。すると玄太は店員の正面に立ち、胸元の名前の刺繍に目をやった。福井さんっておっしゃるんですね。俺たちみたいな貧乏な身分で、こんな高級寿司店に入ってしまって失礼しました。玄太、お前、何謝ってんだよ。俺は玄太を止めたが、福井という店員はにやりと笑った。ああ、やっと気づきましたか。ああ、お勘定ならかっぱ巻き食べてからで。この後に及んでまだ言うか。俺は玄太がなんでこんな奴に謝るのかわからなかった。俺たちが帰ると思ったのか、嬉しそうに笑う店員に玄太が続ける。こちらで使われている米は、その貧乏人が作った米ですから、この店にとっては迷惑でしょう。今、父にも電話して契約を取りやめて、明日からは届けないよう伝えました。笑いもしない顔で店員の目をじっと見据えた玄太が、ポケットから名刺入れを出し、名刺を一枚渡した。店員は片手で名刺を取ったが、みるみるうちに血の気が引き、真っ青になり、名刺から目が離せない様子だ。白田さん？白田さん？俺も驚いたが、店員は事の重大さに名刺を両手で握りしめ、俺たちの方を見ることもできないようだ。実は、この店で使われている米は、玄太の父親が経営し、玄太たち家族が作っている地元のブランド米だった。玄太の東京観光の目的は、自分たちが丹精込めて作った自慢の米がお店でどのように提供されているのか見るためだった。高級な寿司となり、客がうまいと言いながら食べる姿を見たい一心でこの店に来たのだ。福井さん、俺は雨が降ろうが風が吹こうが大事な店に出す米だと思い、大切に苗を植え、米を刈り、出荷しています。その米をうまそうに食べる客の顔を想像していました。はい。店員は小さな声で返事をした。まさか、一店員が食べる前から客を貧乏人扱いし、不愉快な思いをさせ、そして不愉快な思いをしながら、俺たちが作った米を食べているとは思いもしませんでした。店員は立ち尽くしたまま何も言えない。
父にも事情を話したが、こんな店に俺たちの米を届けるわけにはいきません。すると次の瞬間、店員が深々と頭を下げた。申し訳ありませんでした。詫びたが、玄太の怒りは収まらない。事情は大将にも話させてもらうから。本当に申し訳ありません。もう二度とこんなことは。俺の素性が分かったから謝るのか？分からなかったら貧乏人扱いだろ。俺は今日自分のことをこの店で話すつもりはなかった。ただ、客の幸せな姿を見られるだけで、明日からの仕事の励みになると思ってこの店に来たんだ。いや、貧乏人扱いなんて。俺は言ったよな。店のことは調べてきたと。ネットの中でしか見なかった店を実際に見たかっただけなんだ。玄太の目には涙が潤んでいた。貧乏人が来る店じゃない。回転寿司に行け。かっぱ巻きだ。お前、俺たちに言ったよな。何も言えなくなり、立ち尽くす店員を横目に、玄太は荷物をまとめ始めた。翔平、帰ろう。お前にも不快な思いをさせて悪かった。ああ、福井さん、金はしっかり払いますから。俺も帰り支度をしていると、大将と厨房の料理人二人が血相を変えて飛び出してきた。お待ちください。今、白田社長から電話をもらいました。カウンターの外であった出来事とはいえ、本当に申し訳ない。なんと、大将はその場にひれ伏し、土下座をした。白田さんとこの米じゃないと、うちは商売が成り立たないんだ。それを見た店員も慌てて土下座をした。大将、残念です。誘った俺の大事な友達にも不快な思いをさせてしまった。今日は帰るよ。そんなこと言わずに、俺がお宅の米で握った寿司を食べて帰ってくださいよ。大将が懇願するも、玄太はちらりと店員を見る。俺たちはかっぱ巻きしか食えないみたいですよ。冷たく吐き捨てた。福井、お前はそんなこと言ったのか。大将が店員を怒鳴る。大将、すみません。ただごとではない様子に、店員はただ謝るばかりだった。引き止める大将の手を振り払い、玄太は肩を落とし、俺と店を後にした。それもそうだろう。自分が作った米を都会の真ん中の高級寿司店で食べてもらえる。ネットのコメントには、シャリがうまい、米とのバランスが絶妙、などの好評が並んでいる。どんな店なのかと、玄太は期待を膨らませ、今日の東京観光でこの店を訪れることを何日も前から楽しみにしていたのだろう。極上の寿司ネタと玄太が丹精込めて作った米。田舎を離れた俺を誘い、ビール片手に思い出話に花を咲かせる。そんな思いでこの店に入ったのだろう。少年時代に戻り、久しぶりに会った親友と過ごした大事な一日。誰もが知る高級寿司店で、まさか嫌な思いをさせられて終わるとは思ってもいなかった。俺たちは時間も遅くなっていたから帰る途中のファミレスで腹いっぱい食べた。俺は玄太をホテルに送り届け、明日迎えに行く約束をした。玄太は小さい頃から周りを楽しませる明るい性格で誰よりも周りを気遣うやつだ。そんな玄太がしょんぼりと歩く後ろ姿を見ると俺まで虚しくなった。次の日、俺は玄太を空港まで送った。また来いよ。待ってるからな。俺の言葉に玄太は笑って手を振り返した。それから数日後の夜、玄太から電話が入った。先日の件で高級寿司店の大将と福井という店員が謝罪に来たそうだ。大将と玄太の父親との付き合いは古く、父親も店での出来事に激怒したが、大将の誠心誠意の謝罪に今後このようなことがなきよう約束し、契約は続けることになったようだ。だが、俺たちを罵り、貧乏人扱いをしたあの店員はクビになった。高級寿司店の味や人気にかまけて客を見下し、不快な思いをさせる、あってはならないことだ。そんな店員はいらないと大将も判断したのだろう。
その話を玄太から聞き、俺も一人の大人として人を見下すことをしてはいけないと感じた。そして、どんなことがあっても人を見た目で判断しないと心に決めた。それにしても、俺が生まれ育った田舎の米がこんなにも都会の人たちに求められ、喜ばれるものだとは思いもしなかった。これまで農業を守り続けてきた両親や、それを引き継ぐ玄太のことを誇りに思う。今度、玄太が遊びに来た時は、その時こそうまい寿司を二人で食べに行こう。その日を楽しみにして、今日も俺は都会で車を走らせる。